こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今回の主役はブラボーエアスペース787-8です。この飛行機は窓が大きくて燃費が良いことで有名なボーイング社のドリームライナーというシリーズの仲間です。実はこの787-8は1年前に興味本位で購入し、マルチフライトの配信で皆さんにお披露目したんですが、その後メーカーによるアップデートが入りまして、かなり機体の性格が変わったらしいんです。というわけで今回は進化したドリームライナーを改めてレビューし、この787-8の良い点と気になる点を皆さんにお伝えしていこうと思います。この動画はシミュレーターの楽しさや魅力を伝えることを目的としており、SIM 愛好家としての視点からレビューを行っています。今回ご紹介するのは、パソコンと Xbox 両方のプラットフォームに対応しているブラボーエアスペース787-8です。この機体のシステムは説明やアドオンのタイトルにもある通り、マイクロソフトフライトシミュレーター2020のプレミアムエディションに付属してくる787-10がベースとなっています。そのため、もしプレミアムデラックスエディションをお持ちでない場合は、残念ながらこの機体は動作しませんのでご注意ください。その分お値段は 18.99 ドル、日本円にしておよそ2900円と比較的リーズナブルな価格設定になっています。ブラボーエアスペースはブラボーライナーという独自のカスタマイズを施した航空機を提供しているため、このチャンネルでも敬意を払いブラボーライナーと呼ばせていただきます。彼らの目標は実際の航空機に限りなく近い体験を提供すること、胴体に配置された正確なサイズの窓から細かくシミュレートされた操作性までオリジナルのカスタムモデルが採用されています。特にこの後ご紹介する予定のインテリアは可能な限りリアルな雰囲気を追求して作り込まれているとのこと。今からとても楽しみです。それではいつものように機体の外観からじっくりと見ていきましょう。今回のカラーリングはデフォルトで用意されている日本航空さんの塗装です。その他にも全日本空輸さんを含んだ32種類のカラーリングが標準で付属しています。ライバル機の黒787-8と比べると、機体に近づいた時に窓を固定している枠やパネルを固定しているリベットが本当に打ち付けられているようなリアルな表現をしていたり、足回りのタイヤは長年使っていてすり減ったようなテクスチャーになっていて、個々にパーツの色合いを変えていたりと、かなりこだわっているように感じます。また主翼やエンジン周りに汚れがあったり、ボーディングブリッジの色がボディにうっすら残っていたりと、使い込まれた機体であることを感じさせてくれます。この機体には軽い地上設備が実装されており、 EFB によって外部電源車後部乗客用のタラップが呼び出せます。そしてエンジンにも注目です。このブラボーライナーではジェネラルエレクトリック社製とロールスロイス社製の2種類のエンジンがモデル化されており、実際の航空会社の選択に合わせた仕様となっています。さあ、いよいよブラボーライナーのこだわりの内装を見ていきましょう。ブラボーエアスペースは使い込まれた機体の雰囲気を出すのが本当にうまいんです。この787-8のコックピットにも長い間飛び続けてきたような、そんなリアルな跡があちこちに見られます。よーく見るとコックピットのいろんなところに細かいものが置いてあります。パイロットが実際に使いそうなペン、書類、水筒が置かれていたりして生活感があり面白いです。これらはクリックして内容を確認するということはできませんが、デフォルトよりも空域が上がったコックピットになっていることは間違いないです。ディスプレイには多少のホコリや指紋がありますが、実際の操縦に影響のあるレベルではなさそうなので安心してください。ただもちろんピカピカの新品コックピットじゃないと嫌だという方もいらっしゃるかもしれません。そのお気持ちすごくわかります。もしそういった完璧な状態がお好みでしたら、
別のアドオンの方があなたの好みに合うかもしれません。その点だけご了承ください。でも使い込まれた雰囲気こそがブラボーライナーの魅力だと私は思っています。まるでこの機体で何年も空を飛び続けてきたかのような、そんな没入感が味わえます。少し残念な点にも触れておきます。それはアニメーションの少なさです。最低限に抑えられているという印象で、外部のドアはスムーズに開閉するものの、これはデフォルトの787でも可能なため、特筆すべき点ではありません。また、座席のアームレストが動かなかったり、コックピットのドアが開かなかったりと、没入感を重視する航空機ならぜひ入れてほしかったな、と感じる要素がいくつか気になりました。ここは今後のアップデートに期待したいところです。気を取り直してキャビンへ進みましょう。こちらではビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミークラスの3つのクラスが適切にモデル化されており、各インテリアは選択した航空会社によって変わります。20ドル以下という価格を考えると、ここまでしっかりと作られているのは素晴らしいと思います。さらに室内を暗くすると、より美しいキャビンがお出迎えしてくれます。次に環境音とエンジン音を確認してみます。ブラボーライナーでは没入感を高めるカスタムサウンドが採用されています。スイッチ一つでもこんな感じの変化があるので、デフォルト機よりも楽しめると思います。次はエンジン音を確認してみます。現在はジェネラルエレクトリック社製のエンジンを使っていますが、こんな感じの音が鳴ります。この音を聞いて皆さんはどう感じたでしょうか？コメントをお待ちしています。デフォルトの787-10には収録されていないキャビンアナウンスは収録されているので、意外にもしっかりと作られた機体だということがわかります。これだけの出来なのに Xbox 版でもスムーズに動くように作られているそうで、海外のレビューをした人が実際にそれを確認しています。私の場合はパソコンですが、V1 のコールアウトが鳴らない以外は、特に画面がカクカクしたりして嫌な思いをすることはなかったです。787のシステム面では EFB で SIM ブリーフのインポートやナビグラフのチャートで飛行に必要な地図を見られる機能が追加されています。が、ベースになっているのがプレミアムデラックスエディションの 787-10 なので、フライトマネジメントシステム自体は変わっていません。つまり、ブラボーエアスペースは手頃な価格で気軽に楽しめる飛行機を提供していて、本格的な訓練レベルの飛行機ではないということはこれでご理解いただけると思います。機体の操作については無料アドオンである黒 787-8 と比較した場合、若干タキシング時においてブラボーライナーの方がハンドリングしやすいように感じました。それ以外はほとんど同じような感覚です。最後にこの機体をどう思うかですが、キャビン付きで使い込まれた雰囲気を出す機体が好きなのであれば、このブラボーライナーはおすすめです。プレミアムデラックスエディションを持っている Xbox 版のユーザーであれば、買っても後悔しないレベルだと思います。ただ、パソコン版のユーザーに関しては、無料の黒 787-8 があり、操縦感覚とシステムの深さはそんなに大きく変わらないので、機体のグラフィックの向上に興味がない場合は、黒を選んでお金を節約するのが賢いのかもしれません。つまり何が言いたいかというと、どちらを選んでも良いということです。皆さんのプレイスタイルや好みに合わせて選んでみてください。今回のレビューは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。